はいどうも、MD ジャックです。花粉症なので、ウォーキングの時はマスクとサングラスとヘッドホンをして歩いているので、前から来る人は大概道を開けてくれます。やっぱりちょっと怖いのかな。ああ、こないだ遠目に見ましたけど、最初ジャックさんってわからなかったから怖かったですよ。皆様こんにちは、愛です。だいぶ暖かくなってきましたね。よく眠れるようになりました。春眠、暁を覚えずってやつですかね。さて、今回のレビューは、ダンジジムオーラです。コメント欄で教えていただいて、聞いてみたくなって買ったそうです。おしゃれで可愛いので、早速愛も欲しくなりました。パッケージの子も可愛いので、早速名前つけちゃおうと思ったら、朝の天気ちゃんっていうらしいです。友達になれるかな？じゃあ見ていきましょう。ジャックさんお願いします。はい。まず最初に驚いたのが、軽いってことね。本体自体が小さいし、片側 2.9g だからね。装着してるのにしてないみたいだもん。本当ですか？ちょっと持ってませんか？持ってない。これは本当に特筆するべき特徴だよ。いきなり装着感の話題になっちゃいましたが、オーラの基本スペックはこんな感じですね。軽いのにフェイスプレートがアルミなのがいいですね。反対側はクリアの樹脂製で、ドライバーがバッチリ見えるのもいいですね。とりあえずデザインが目を引くね。振動板素材はポリマーグラフェンって書いてあるけど、いいとこ取りなのか、基本ポリマーにグラフェンコートなのかまではちょっとわからないけど、振動板にはよく使われる素材だね。他にも特徴ありますか？ステムの先端が妙に太くて 6.5mm ぐらいあるので、イヤピは口径の大きいものでないと装着が大変だね。内径 3.8mm ぐらいのものでも装着はできるけど、取るとき気をつけないとちぎれるかもしれないわ。そうみたいですね。軸の部分を押さえてゆっくり引っ張らないと。今回の音質比較動画のイヤピはどれにしたんですか？測定したり聞き比べたりして、スピンフィット CP145 にしたよ。オーラは中高域が強いんで、ファイナル E だともともと強めな中高域がさらに強調されてしまうし、聞いた感じもあまりピンとこなくてね。セドナイヤーフィットライトがサウンドステージは一番広かったかな。最終的には広域の出方の好みで CP145 にしたけど、セドナイヤーフィットライトも良かったわ。対抗のイヤホンはフロン BL07 ですね。これはなぜですか？ドライバー構成が同じダイナミックドライバー1機ということと、価格帯も近いし、BL07 は今年レビューしたばかり。それと、この波形比較の通りで、かなり対照的なんだよね。まず、この対照的な2本の違いを聞いてもらおうと思ってね。ほんとだ、かなり違いがはっきりしてますね。では早速聞いてみましょう。Apologies won't get you far, 'cause I know that you know that we're in love. Don't say sorry for who you are, endless apologies won't get you far, 'cause I know that you know that we're in love, that we're in love. 愛も実機で聞き比べましたけど、かなり印象の違うモデルですね。だよね。BL07 がドンシャリ、オーラがフラットっぽく中高域に特徴ありって感じかね。低域の違いも大きいし、この大域の違いはすごいね。BL07 が好きな人にはオーラは受け入れられるんでしょうか？ちょっと心配です。BL07 の詳細は説明欄に過去の歌のリンクを貼ってあるので、興味があったらご覧ください。オーラの音質はジャックさん的にはどんな印象ですか？人によっては中高域がやかましくて嫌いっていう声が聞こえてきそう。好き嫌いがはっきり分かれるモデルかな。普段からいろんなタイプのモデルを聞いている人なら、ああこのタイプかって数時間から数日で脳が対応すると思うけど、お気に入りモデルが決まっている人だとパッと聞いて拒否反応を起こすかも。ジャックさんは大丈夫なんですか？
そうだね。いろいろ聞いてるから守備範囲が広がっちゃったよ。でもこれ以上 2kHz 中心の帯域が出てくると厳しいかな。レベルで見るとそうでもないんだけど、低域控えめだから結果的にここがとても目立って聞こえるよね。ミミィからも一言いいかな。あ、いつの間にか来てたのね。はいどうぞ。人間の耳って2キロから4キロヘルツあたりは敏感に聞き取れるって言われてるからあんまり強調しなくてもって思うんだけど、結局はこの帯域だけの話じゃなくて他の帯域との出方の絡み、つまりバランス次第じゃないかな。なるほど。一箇所を見て判断するのはあまり意味がないのね。そう思うよ。HG サウンドのハートミラーと結構波形が似ていて、こんな感じでハートミラーも低域は控えめだけど、オーラの質感はそれより軽く感じるのよね。ただサウンドステージはめちゃめちゃ広く感じたわ。ハートミラー以上かも。本体が軽くて装着してないみたく感じる上にサウンドステージがふわっと広いのでミミィは好きだよ。ジャックさんはどう？実はサウンドステージの広さに結構ハマってるよ。耳も脳も慣れてきていい感じになりつつある。ただもう少し低域が欲しいかな。EQ 使わないで低域の改善できないかなと思ってイヤピをあれこれ試してみたんだけど、ラディウスのディープマウントなら多少サウンドステージは犠牲になるけど低域の量感は増して聞こえるようになったね。ディープマウントは測定でも同音感への密着のさせ方で低域が増した結果も出たんだけど、データ不足だからもっと色々試してから結果を公開しようかと思って、ファイナル E タイプに合わせて同音感作ってあるから、こんなにたくさんのイヤピで測定すること想定してなかったんだよね。そうですよね。イヤピもどんどん増えてきましたから。対応予定はあるんですか？上半期中には新しい同音感を作る予定だよ。そうなんですか。それは楽しみですね。ジャックさん、オーラは本体軽いから無線化したらどうなのかなって興味あるんだけど。だよね。接続部をちょっと改造した CCA-BTX につなげるかと思ったけど、本体の接合部の構造上さすがに無理だったので TRN-BT20S Pro につないでみた。やっぱ本体が軽いのが効いててすごくいいわ。ホワイトノイズはよく聞けば聞こえる程度で自分は気にならないレベル。本体が小さいから耳に届きにくいかもしれないのでちょっと注意が必要だけど、基本的には無線化も良かったわ。やっぱりそうなんだ。じゃあそろそろまとめてもらえますか？はい。単ジジムオーラをまとめると、小さくて超軽い、低域控えめで中高域中心の音質、好き嫌いのはっきり分かれるモデルかも。サウンドステージはめっちゃ広い。低域の物理的改善にはイヤピをラディウスディープマウントにするといいかも。5000円前後で手軽に入手できるモデルなのでスルーしてしまうのはちょっともったいないモデルだと思いました。個人的には買ってよかったです。ただし中高域中心の音質が苦手な人にはおすすめしません。これからイヤホンを初めて買う人が最初に入手するモデルではないと思いますけど、いろいろなチューニングモデルを求めている人にはいいと思います。ということで単ジジムオーラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。